はいどうも、ベイメットチャンネルです。本日は、隠れた最強ビットを探せ、根強いファンの多い4種類のビットの性能を100回戦で徹底検証していく。今回はアタックカスタムとして採用率の高い、ラッシュビット、ローラッシュビット、ローフラットに対抗できるビットはあるのかを、根強い人気のテーパー、ポイントビットに加え、個人的に気になっているサイクロン、ボルテックスのビット性能にフォーカスした検証を、それぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していく。検証方法については、以前のアタックビットの検証とバランスビットの検証同様、ビットの攻撃力はエクストリームダッシュの回数で測定し、持久力はスピンフィニッシュまでにかかった平均時間で測定していく。なお、今回もファースト、オーバー、エクストリームフィニッシュが多発すると、平等な測定値とならないため、スピンフィニッシュのみの試合をカウントしていく。まずはアタックビットの中では軸先の細いサイクロンビットから測定していく。25戦やってみた結果、サイクロンビットのエクストリームダッシュ回数は96回、平均スピンタイムは 26.57 秒という結果となった。次はサイクロンビットよりも軸先が太く、渦が逆向きのボルテックスを測定していく。25戦やってみた結果、ボルテックスのエクストリームダッシュ回数は89回、平均スピンタイムは 21.33 秒という結果となった。次は高いトリプルリフト粘り強さで根強い人気のテーパービットを測定していく。25戦やってみた結果、テーパービットのエクストリームダッシュ回数は75回、平均スピンタイムは 34.32 秒という結果となった。最後は攻撃モーションと持久モーションで根強い人気のポイントビットを測定していく。
た結果、ポイントビットのエクストリームダッシュ回数は74回、平均スピンタイムは 30.29 秒という結果となった。それでは100戦やってみた結果、攻撃力ランキングは、4位、ポイントビット、エクストリームダッシュ回数74回、3位、ペーパービット、75回、2位、ボルテックス、89回、1位、サイクロン、96回、という結果となった。続いて、持久力ランキングは、4位、ボルテックス、平均スピンタイム 21.33 秒、3位、サイクロン、26.57 秒、2位、ポイントビット、30.29 秒、1位、ペーパービット、34.32 秒、という結果となった。まず、サイクロンビットについては、以前の検証で、ラッシュビットとサイクロンビットの検証を行ったことがあるが、ブレード性能も影響してしまう検証だったので、今回の結果の方が信頼性は高いだろう。ラッシュビット、ローラッシュビットと比べると、攻撃力については、トップクラスのローラッシュと同等ということが判明した。しかし、中盤以降だと、センターサークルの段差に引っかかり、サークル内から出ることができない場面が多かったため、ダッシュ回数は同じでも、バトル序盤の攻撃頻度はサイクロンビットの方が高く、中盤以降もダッシュに繋がりやすいのはローラッシュビットということになるだろう。持久力については、ラッシュビットに大きく差をつけられ、ローフラット、ギアフラットよりも若干高い程度の持久力だということが判明した。ローラッシュビットと同じダッシュ回数でも、14枚ギアのため、ダッシュによるスタミナ消費が激しいことと、スタジアムの床やセンターサークルの段差に接触するたびに、特有の音が出ていることから、軸先の形状がスタミナロスに影響しているのだろう。次にボルテックスについては、攻撃力はかなり高いことが判明したが、持久面については、類似形状のサイクロビットよりも5秒以上短く、特定史上最も持久力が低いビットだということが判明した。サイクロンビットと同じスタミナロスの特徴を持ち、サイクロンビットよりも太い軸先ということと、渦の向きが右回転の場合は、スタジアムに食いつくようになっていることが原因だろう。次にペーパービットは、バランスビットとも比較していく。攻撃力については、形状が若干似ているキックビットよりもかなり多く、私の中ではほぼアタックビットと評価しているザップビットに近い攻撃力だった。キックビットとここまで差がついた理由は、先端の傾斜の角度だろう。ペーパービットは傾斜の角度が大きく、センターサークルの段差を簡単に乗り越え、エクストリームラインに乗ることができたが、キックビットは傾斜の角度が浅いことに加え、サイクロンやボルテックスのように段差から出づらい特徴があったため、攻撃性能については大きく差がつく結果となった。持久面については、バランスタイプのキックビットとは大きく離され、採用率の高いラッシュビット、ローラッシュビットに並ぶ持久力のため、持久戦も戦略に入れることができ、ラッシュビット、ローラッシュビットの10枚ギアに攻撃力不足を感じているブレーダーなら、採用する価値は十分にある性能だと感じた。最後にポイントビットについては、攻撃力はバランスタイプのテーパービットと同等だということが判明した。しかし、バトル中盤以降のスタジアム中央での落ち着きやすさを考えると、バトル序盤の攻撃頻度はテーパービットよりもポイントビットの方が高いと考えられる。しかし、持久面については、テーパービットには劣る結果となってしまった。持久モードは相手がいない状態で回るなら高いスタミナを発揮するが、相手のベイトの接触でふらつきやすいため、粘り強さという点で持久力に差がついたのだろう。次回はペガサスブラストとケルベロスフレームの検証を行う予定だ。メンバーシップ会員には先行で、発売日翌日にはバトル動画をアップするが、7月21日の関東 G1 東京予選に参加予定なので、完全版の動画の投稿は少し遅くなる予定だ。仙台 G1 同様、オリジナル T シャツを着ていくので、声をかけてくれたリスナーには特製ステッカーをプレゼントする。ぜひ気軽に声をかけてくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。